おだすこちこんばんポテトです。今日もネットを付けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ネットムでの若干品の最高ってどう変わるのかやっていきたいなと思います。すいません、今日も早朝なので声小さめなんですけども、このガチャ来ましたねということで、ネットベドがですね、逆足頻度最高になってるんですよね。で、この違いをですね、今回はやっていきたいなと思います。特に今回ですね、シュートに関してやっていきたいなと思います。皆さん的には使用感どうですかね。その辺も考えながら見ていただければと思います。検証方法ですね。検証方法はペナルティスポットに向かってドリブルをしてファーサイドにシュートみたいな形でやっていきます。で、角度を変えていってどう変わっていくのかっていうところですね。ここを検証していきたいなと思います。シュートに関しては今回と普通のシュートどっちも見ていきたいなと思います。まずは頻度が高いのネドベドから見ていきましょう。今回からね、見ていきますけども。案外ね、やっぱアウトサイド、アウトスピンがね、結構活用されてる感じはしますよね。なんとなくね、着足頻度が最高じゃない方がですね、アウトスピン蹴りやすいよね、みたいな、はあったかなと思うんですけど、この角度からやっと左足を使う感じになってきたかなと思いますね。明らかなマイナスの時ですかね。はい、今度は普通のシュートですね。ちょっと真正面とかの時に関しては、シュートを打つ瞬間にファーサイドを狙っているような形になってますね。はい、ということで見ていただきました。今回はこの辺り、そして通常シュートはこの辺りが境目みたいになっているかなと思いますね。ということで、シュートの種類でも結構変わるということがまず分かりましたよね。これが最高になるとどうなるのか見ていきましょう。はい、ここからは最高になっていきますと。省略してこの辺りからやってきてますけど、逆足頻度最高に関してはね、ここにも左足出ましたね。はい、見ていただきました。高いだとこの時でしたね。ここの辺りが境目でした。最高になると、こんな感じでしたね。微妙に違いました。角度で言うと分度器を置いときましたけども、大体20度ぐらいですかね。の差が出ましたと。ただね、これ操作するとだいぶむずい気はしました。こんな感じでですね、親指でこの操作をするってね、結構むずいんですよね。なので、やっててもね、結構難しいなと思ってましたね。ただですね、明らかな違いっていうのは分かりましたよね。はい。というところで、一旦今日は結論です。逆足頻度が最高だと逆足使用角度が20度ぐらい違うとします。はい、ということで見ていただきました。明らかな、ね、違いはね、分かってきたかなと思います。でね、実は今回あんま言わなかったんですけど、アウトスピンの有無でもかなり変わることは分かっております。で、今回はですね、ちょっとアウトスピン持ちだったので、これがないとですね、また変わってきます。ちょっとただ、今回は時間がなかったのでごめんなさい。そこまでできなかったので、そこは次回やっていきたいなと思います。で、あとはもちろんですね、ボールの位置とか、直前の動作とかでよっても変わってきますから、そのあたりは注意していただければと思います。なので、蹴る前のモーションまでにですね、体の向きさえ変えてしまえば自在にね、扱えるというのも事実。なので、その辺はね、使うときは意識してあげると良いかなと思います。特に実用的なところで言うと、マイナス方向でもアウトスピンになるのかならないのかみたいなところは結構大きかったような、そんな違いがありましたよね。普段若干シード最高使ってない人からするとですね、思ったよりアウトスピンにならないっていう場面は出てくるのかなとは思ったので、その辺は注意してみてください。はい、ここからは雑談なんですけども、ちょっとね、一つ思ったこと勘違いかもしれないんですけど、見てほしくて、この操作の角度に対してここはね、入力通りな感じなんですけど、ここ見てほしいんですよね、これ。カメラワークの違いもあり得るんですけど、ちょっと角度がつくとですね、こんな感じでですね、操作通りにいっていない。なので、思った以上にですね、操作通りに動いてない部分があるのかなとちょっと思いましたね。角度、場所、カメラワークとかによってはですね、ちょっと自分たちが思ってるようには動いてないというか、注意が必要な部分があるのかもしれないですかね、と
いうふうに思いましたね。これ上手い人はこういうの感覚でもうつかめちゃってるかなと思うんですけど、今回特に角度を意識して操作してたので、なんか思ったよりこっちも上がんないなみたいな思っててので、一応報告だけさせていただいています。で、次回なんですけど、明日のメンテの時に出せれば出したいなと。出せなかったらごめんなさい。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画が良かったら参考になった面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はね、逆足頻度をやってきました。まあ意外にね、違いがあって面白かったですね。ちなみに私自身は逆足頻度はめちゃめちゃ最低ですね。それじゃあまた。